皆さん、こんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 12. 今回のエピソードでは、日本語でもどんな外国語でも、継続して勉強するコツを紹介します。私自身、18歳からかれこれ7年間日本語もしくは他の言語を教えていて、学習者としても、子どもの時から英語、そして18歳の時から、5年間ぐらいドイツ語、そして、スペイン語は今でも勉強しています。外国語を学ぶのってすごく楽しいし、話せるようになった時とか、その国に行って言葉が通じた時とかにすごく達成感を感じると思うんですが、やっぱり続けるのがすごく大変ですよね。もしすごいその言語が必要な状況にあったら、さすがに頑張ってやると思いますが、そんなに必要じゃないっていう時に仕事とか、他の生活が毎日忙しい中でその言語を学び続けるって、大変ですよね。私も人生の中で一番、言語が上達したのは多分ドイツ留学に行った最初の3ヶ月でした。残念ながらそれはドイツ語ではなく、英語だったんですけれども、というのももちろん留学生の中で話すときは英語なので、日本人の友達もそんなにいなかったので、やっぱりもし友達が欲しかったり、いろんなイベントに参加したかったら絶対英語が必要。もし英語が話せなかったら何もできないという状態だったので、最初の3ヶ月ぐらいは本当に朝から晩まで、英語の勉強をしてすごく、上達しましたが、あれほど、スピードが速かったことは、その後にも前にもありませんでした。多分このポッドキャストを聞いている皆さんもどうしても日本語の勉強が必要っていう緊急事態にある方は少ないかと思うんですけれども、やっぱり仕事が忙しくて家に帰ると、疲れてるからとか、勉強しようと思ってもついテレビを見てしまうとか、つい忘れてしまうとか、いろんな理由で日本語の勉強を続けるのが難しいなと感じている人が多いかもしれませんが、なので私の、教師としてそして言語学習者としての経験を生かして、日本語を続けて勉強してより簡単に、気軽に日本語を続けて勉強して、上手になる方法をご紹介します。まず一つ目はルーティンを作るということです。でもこのルーティンは新しいルーティンを、自分の生活に加えるのではなく、すでに持っているルーティンの中に日本語を忍ばせる感じです。例えば皆さんが毎日することって何ですか？私にとっては例えば昼ご飯と夜ご飯は外で食べたり友達と食べたり不規則ですが、朝ごはんだけは必ず一人で家で食べるという習慣があります。なので、この時間は必ずスペイン語のポッドキャストを聞くというふうにしています。例えば仕事が終わった後30分は必ず日本語を勉強するとか、新しい習慣を入れようとすると、そもそもその新しい習慣を習慣化するまでに時間がかかってしまうので、例えば朝ごはん中のポッドキャスト以外では、毎日車でオフィスに行く人は車の中でポッドキャストを聞くとか、朝トイレで時間をかける人はそこで、日本語のアプリで勉強するとか、毎晩ソファでドラマとかを見てリラックスする習慣がある人はそのドラマを日本語のドラマにしてみるとか、こんな風にすでに皆さんが持っている習慣に、こっそり日本語を入れてみることで無理なくルーティンを作ることができると思います。2つ目はやはり強制させることです。この強制度は、皆さんが自分に対してどれだけ厳しいかにもよりますけれど、私の場合は、そんなに厳しくないので、意志が弱いですね。すぐに続けようと思ってもすぐにやめてしまうことが多いですが、そういう場合はやっぱりお金を払ったとか、予約してあるとか、
何か強制させられる理由があると続けやすいと思います。私自身外国語ではなくずっと運動を続けようと思っていたんですけれども、一度も続いたことがなかったんですが、最近やっと続いたようになった理由は、小規模なピラティス教室に通い始めました。小規模ということは先生と密な連絡があるので、もし行かないときはちゃんと今日行きません、その代わりにいつ振り替えますみたいな、コミュニケーションがあるので、もしジムとかだとお金を払ったとしても、もし行かなくても誰にもバレないので、行かないということが多かったですけれども、日本語の勉強に関しても、例えばプライベートのクラスを数ヶ月分も予約しておくとか、もし日本語学校に行くとしたら小規模な教室にして、もし日本語学校に行くのがめんどくさいなと思った日は先生に素直に話せるとか、あとはもしゲームとかでレベル達成とか、が好きな人はアプリを使うのがおすすめです。最近の言語学習用のアプリはほとんどが継続日数をカウントする機能がついていますし、デュオリンゴのように1日に数回まだやってませんよ、いつ、今日は勉強しますかっていう風に通知を送ってくれるアプリもあるので、そういう風に何日も続いていますっていうのを見て、数字を見て、嬉しくなれるタイプの人はアプリとかを使うのもおすすめです。お金をかけずに自分で少しずつ勉強するのもいいですけれども、もしなかなか効果が見られないなと思ったら、例えば1年間クラスを受けるとかじゃなくて、とりあえずこの3ヶ月頑張ってみよう、1ヶ月アプリを続けてみようっていう短期間な目標を作って始めてみると、意外にそこから、スピードが上がる可能性があります。ちなみに私が提供しているオンデマンドコース3種類あるんですけれども、これはいつでもどこでも受けられるので、もし、クラスとか学校に行くのが難しいという人はぜひ、試してみてください。sayasjapanese.com で詳しい内容を見てみてください。では最後、3つ目は、日本語の環境に身を置くことです。そう言うと、じゃあ日本に行かないといけないのかと考える人がいるかもしれませんが、日本にいなくても日本語をたくさん使う環境に身を置くことは可能です。例えば、パソコンとかテレビ、携帯の言語設定をすべて日本語にする。ちょっと大変ですけれども使うのが、でもそれは毎日使うものなので、もしわからない言葉があったら多分、わざわざ調べますよね。こうすることで語彙数が増えるかもしれません。あとは小さいことですが、例えば買い物メモを書くときに日本語で書いてみる。もし日記を書いてる人がいたらそれも日本語でやってみる。インターネットで調べ物するときは日本語で調べてみる。そして普段から音楽を聴いたり、本を読んだり、ニュースを見たりする習慣がある人は、それもちょっと日本語に変えてみる。とにかく身の回りにどれだけ言語を使うものがあるか見てみると、ものすごい量のものがあります。そしてそれを少しずつ日本語に変えてみることで、日本にいなくても日本語に囲まれるということが可能になります。ただ一つ気をつけてほしいのは、例えば音楽を聴くのがストレス発散になっているとか、ちゃんとニュースを知りたい、っていう時に全部日本語にしていると、せっかく、ストレス発散でやっていることとか、知識を得るためにやってることが、ただ単に日本語を読まないといけない、日本語を聞かないといけない大変なことになってしまうかもしれないので、いきなり全部日本語に変えるのでなく、少しずつできるところから変えてみてください。私も、パソコンと携帯の設定をスペイン語にしていますが、さすがに大切なバックアップとかをしないといけないとか、大切なことがあるときは英語に戻して、ちゃんと失敗しないようにしています。では以上が日本語を楽しく簡単に継続して勉強するための3つのコツでした。
もし皆さんが、ご自身のコツを知っていたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。次のエピソードでお会いしましょう。